球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日の動画のタイトルはへんてこりんなウルトラマン80のサブタイトル集大、恐れていた月くんの解説動画を見たくないかい？キリンもゾウも氷になったけど観音様は強かったです。要はウルトラマン80の珍サブタイトル集ということで、へんてこりんなサブタイトルの回、有名なのばっかりなんで散々こすられてきたネタだとは思うんですけど、改めて楽しんでいただけたら嬉しいです。珍サブタイトル系で言うとウルトラマン太郎も有名ですけど、今回はウルトラマン80に特化した動画です。まずウルトラマン80なんですけど、当たり前ですけど大半は普通のタイトルです。普通というか、必殺フォーメーションヤマトとかタイムトンネルの影武者たちとかかっこいいのが大半です。そんな中、なんじゃこれはと思ってしまうようなサブタイトルも一部ありますよということで、それを紹介していきます。というか終盤はほとんど癖が強いサブタイトルです。まずは第34話、へんてこりんな魚を釣ったぞ。へんてこりんなのはサブタイトルだよ。当時は普通の言葉だったのかもしれないですけど、少なくとも月くんはこの言葉を使っている人を見たことないです。内容はほんとそのまんまで、へんてこりんな魚を釣ったところから話が進んでいくんですけど、サブタイトルだけ聞いたらウルトラマンの話っぽくないですよね。次は第37話と第46話の恐れていたバルタン星人の動物園作戦と恐れていたレッドキングの復活宣言。一つだけ言わせてください。誰が恐れていたんでしょうか。しかもレッドキングは別に復活しますとか宣言していないし、バルタン星人の作戦も事前に知っていたみたいな雰囲気出してますよね。恐れていたシリーズ本当に謎です。でもこの37話はサブタイトルに見合わないかなり重要な内容になっていて、大山隊長の80に対する意味深な発言があったりですとか、最終回とかユリアン関連の伏線っぽい会話もあったりします。46話はヤマトの郷に入れば郷に従えという言葉に対してユリアンに変身する星涼子が郷ひろみならテレビで見たことあるわと返すシーンが見れます。第39話は僕は怪獣だーいです。いや可愛いですけどね。この話大好きなんですけど、サブタイトルのイメージ通りほんわかした内容になっています。鉄音という怪獣が出てくるんですけど、ひたすら可愛いです。子供が怪獣になっちゃったって話なんですけど、再登場したらおそらく人気出ると思います。でも多分ないでしょうね。雰囲気としてはブースカとかウルトラ Q のカネゴンみたいな可愛い怪獣です。次は第40話の山から相撲小僧がやってきた。ようこそどうぞ来てくださいって感じなんですけど、サブタイトルだけ見たらそんな感想を抱いてしまいそうなタイトルですけど、サブタイトルの雰囲気通り基本的にはほんわかした感じの回なんですけど、相撲小僧こと地響蘭の誕生秘話は笑えないほど残酷だったりします。地響蘭と80の相撲はかなりのハイレベルではあるんですけど、全体的にちょけた空気感で80がやたらと喋る回でもあります。次は第41話の君はゼロ戦会長を見たくないかい？まさかの疑問形。いきなりそんな質問されても困ります。僕に言ってますかってなりそうですけど、とはいえあえて答えるならイエスなんですけどね。正直皆さんご存知のみたいな空気でゼロ戦会長って言われても全くピンとこないんですけど、ゼロ戦も会長もそれぞれ個別でも見たいですので、答えはイエスですね。しかもこの回80は怪獣と戦っていません。すごく珍しい回でもあります。次は第42話、さすが観音様は強かった。これは有名なやつですね。80と同じく珍サブタイトルが多い太郎っぽい空気があるサブタイトルで、そこに注目が集まりがちなんですけど、物語の構成がすごい見事な回でもあります。メタな話になってしまうんですけど、この回いろいろなノルマというか制約みたいなものがあって、栃木県のある町とのタイアップだったり、アイドルのゲスト出演もあったり、出てくる怪獣のズラスイマーが一般公募怪獣だったり、いろいろなんですけど、それらをうまいこと利用した素晴らしい回になっています。そのズラスイマーが強くて有名だったり、サブタイトル通り観音様もさすがと言えるシーンがあったり、見どころは非常に多い回になっています。次は第45話、バルタン星人の限りなきチャレンジ魂。またお前か。前回は誰だか知らないですけど誰かに恐れられていたのに、今回はまたかみたいな空気感で
恐れられてはなかったみたいですね。限りないチャレンジ魂で証拠りもなく地球にやってきたバルタンのキャラが濃すぎて、これが喧嘩の元とはお釈迦様でもご存知あるめとか、手裏剣シュッシュ、日本は滅びる、地球は滅びるとか、生物とは何かとか言ってた初代と同一種族とはとても思えないですね。このふざけた雰囲気に飲まれがちですけど、この個体本当にいろんな能力を使えてかなり強い個体でもあります。エイティとの戦いもかなりの見応えがあって、真面目な面白さとおふざけの面白さが両方味わえる素晴らしい回です。最後はやっぱり第50話最終話のキリンもゾウも氷になった。キリンもゾウも氷になっちゃったの？やだ、かわいそう。バカ野郎。これが最終回ってすごいですよね。サブタイトルだけ見たら緊張感なんか全くないですからね。本当は最終章が2話構成になる予定だったこととかいろいろあってこうなったらしいです。ただ、このサブタイトル有名なんですけど、最終回の内容としてもかなり素晴らしいものになっていて、個人的には歴代ウルトラシリーズの中でも上位に来るぐらい好きな最終回です。人類とウルトラマンの関係性とか UGM のみんなの頑張りとか激アツなシーンが多くて、とにかく大山キャップ、あなたのこと大好きです。本当に他のシリーズの最終回とは違う異色の内容になっていますので、とにかく見てほしいです。まあ最終回だけ単体で見てもあんまり意味ないので、できれば全部見てほしいんですけど、昭和ウルトラシリーズの最後の戦いをぜひご覧になってください。キリンとゾウが氷になったところも見逃さないでくださいね。はい、こんな感じでウルトラマン80のツッコミどころ満載のへんてこりんなサブタイトル集という動画でしたけど、サブタイトルだけじゃなくて内容も素晴らしい回ばっかりですので、お時間がある方はバルタン星人のチャレンジ魂とか観音様の強さとか氷になったキリンとかゾウとかぜひ見てください。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。